バレンタイン2026解説。ジャースパルと申します。バレンタイン2026の情報が発表されましたので、皆さんと一緒に確認していきながら、新登場アブリボンについても触れていきたいと思います。今回は新レシピが1種追加されるということで、なんとこちらすでに食材が判明しております。あとはね、どういったサイズになるかですよね。そちらもぜひね、皆さん予想していただいたりとか、アブリボンたちの食材の予想もしてみてほしいなと思います。ポケモンスリープ初の B 蜜食材ポケモンとなるんでしょうかね。めちゃめちゃ A 蜜っぽいですけどね。それでは参ります。ということで、まず最初にアブリボンの情報を見てからバレンタインの詳細に入っていきたいなと思います。ってことで、新登場アブリボン。リサーチャーの皆様が睡眠リサーチを続けてきた影響か、特定のフィールドの近くでこれまで出会えなかったポケモンの姿が見つかったという報告がありました。そろそろ睡眠リサーチでも出会える日が来るかもしれません。新たに出会えるポケモン、アブリー、フェアリー、アブリボン、フェアリーです。お楽しみにってことで、フェアリータイプのアブリーたちが登場してくれます。本家ポケモンでは虫フェアリータイプのアブリーたち、ポケモンスリープではフェアリータイプでの登場となりましたね。まあ直近で虫タイプのツボツボだったりアンバーで石住まいが追加されているので、フェアリーも妥当といったところでしょうか。パルね、サンムーン未経験なのでアブリーについてね、ちょっと調べてみました。アブリーたち釣りアブポケモンという分類になっております。トラ釣りアブという、大体アブリーまんまの虫がモチーフになっていそうです。一応ね、虫なので画像は控えるんですが、もうね、ほぼアブリーでふわふわで丸っこい感じの可愛い虫でした。で、このアブリーたち、本家ゲームでの特性が蜜集め、鱗粉、スイートベールと非常に甘そうなものを備えているので、バレンタインに登場するのにぴったりのポケモンなんだろうなと思います。そして特性蜜集め、いやもう甘い蜜集めるやんまあ10中8区甘い蜜を集めるポケモンになるんだろうなと思います。ちなみに特性蜜集めって蜜葉にアブリーたち隠れ特性でヒメグマのみが持っている結構レアな特性みたいです。まあ対戦で使える系の特性ではないですもんね。どうやらね、アブリーたちは様々な花の花粉や蜜を集めて花粉団子を作るという習性を持っているみたいなのでね、なんかこうアボカドの受粉を助けていて第2食材アボカド3つとかになってくれませんかねこれは完全に願望なんですけれども、ぜひ皆さんの予想も教えてください。進化に関しては本家ではレベル25で進化するので、ポケモンスリープでは17か18になるかと思いますし、おそらくフレンドポイント12の普通の1進化ポケモンって感じになるんじゃないかなと思います。本家ポケモンでのステータスは素早さのみ非常に高くて、それ以外は特攻が少し高くてまあっていう感じなので、お手伝いスピードの速いポケモンになるんだろうなと思います。フェアリータイプなのでね、木の実エナジーもそこまで高くないので、お手スピ高くできるのかなとも思いますね。といった感じで、まあほぼほぼ蜜を集めるポケモンになるかと思われますアブリーたちです。これまで料理系のイベントの時に登場している新ポケモンたちって全て食材のポケモンになっているので、一旦パルの予想は A 蜜、B アボカド3つの食材ポケモンで、能力的にはキュアワーに近い感じ。キュアワーよりは蜜のねエナジーが低めなので食材確率が高いみたいな感じで提出しておこうかなと思います。ぜひ皆さんの予想も教えてください。ってことで、新たに出会えるポケモンの情報です。出現開始する日時は2026年2月9日15時からということになっておりまして、バレンタイン2026の初日15時からとなります。該当のポケモンのお香は上記日時から使うことができます。そして出現するフィールドは若草本島、シアンの砂浜、ラピスラズリ湖畔、アンバー渓谷、若草本島 EX の5フィールドとなっております。結構出てきてくれるので、これありがたいですね。蜜を探すのであれば、カイロスとアブリーのシアンアンバーと不思議だねアブリーのラピスみたいになってくかもしれませんね。アブリーがねスヤスヤタイプなので、ラピスが一番相性いいとかありますかね。ラピススヤスヤはね、ラルトス、ネイティ、ムンナ、アチャモ、アブリー、そしてクレセリアみたいな感じで、だいぶポケモン増えましたよね。そんな感じで出現フィールドは若草、シアン、ラピス、アンバー、若草 EX です。
バレンタインで行くフィールドもまずここから考えていくことになるのかなと思います。そして出会える睡眠タイプは炙りすやすや、炙りボンすやすやとなっておりまして、フェアリータイプのいつものやつです。そしてこれでこのページは終了となっておりますので、どうやら新スキルは持っていなさそうだぞってことがわかりますね。残念ながらというか、蜜集め食材セレクトとかにはならないっぽいですね。で、スキルに関してなんですけど、バレンタインの方の詳細に気になる一文がありまして、今回のキャンペーンでは炙りボンの新登場を記念してメインスキルで獲得する食材の数にもボーナスがありますと書かれてるんですよね。ほな食材ゲットやないか食材セレクトの可能性もあるんでしょうかね。何にせよ何かしら食材を集めてくる系のスキルなんじゃないのと思うんですけれども、蜜のポケモンで言うのであればすでに不思議花が食材ゲットだったりするので、ぜひねスキルが何になるかというのも皆様の予想をお聞かせいただけたらなと思います。そんな炙りボンでした。さて、それではそんなアブリーたちが新登場となるバレンタイン2026も見ていきましょう。前回から調整されたところもあるのでチェックしておきたいなと思います。ってことでキャンペーンバレンタイン2026、1週間続くこのキャンペーンはカビゴンにあげる料理がデザートドリンクで固定となり、料理の最終エナジーが 1.5 倍になる特別な期間です。またキャンペーンを記念してデザートドリンクの新しい料理レシピが1種類追加されます。さらに新しい料理を作るために必要なピュアなオイル、リラックスカカオ、若草コーン、甘い蜜を取ってくる一部のポケモンがピックアップされます。加えて今回のキャンペーンでは炙りボンの新登場を記念してメインスキルで獲得する食材の数にもボーナスがあります。お楽しみにってことで、今回追加されるレシピは一つのみ。また食材関連のスキルもふんわり強化されます。そしてピックアップされるポケモンがオイル、カカオ、コーン、蜜のポケモンたちになります。これらが昨年とは違う部分、追加された部分という感じになります。追加レシピに関してはね、実はデザートだけすでにレシピ数が多いんですよね。現状カレーが23種、サラダ25種、デザート26種となっているので、そういうことなんだろうなと思います。そしてね、この真ん中に置いてあるワッフルみたいな料理、これがオイル、カカオ、コーン、蜜確定ということで、何をどれくらい使う料理になるでしょうかね。グラタンみたいなね、キャンチケ前提的なサイズになりそうな気もするんですけれども、どうなるでしょうか。そしてアボカドがデザートでは使われないままこのアンバー環境を進んでいくということになりそうですよね。なのでね、そこの影響もちょっと考えたいところだったりとか、個人的にはね、オイルがデザートで大きく使われるのがめちゃくちゃ嬉しくて、オイルのレントラーが活躍できそうだったりとか、あとは石住まいのね、食材セレクトだったり、オイル部分が活躍できたりもするかなと思うので、残ったアボカドは別のタイミングで使うみたいに、石住まいの活躍タイミングもちょっと増えたのかなという印象ですね。ドキドキ怖い顔パンケーキを超える最強のデザートとなるのか、このワッフル、注目です。そしてね、このデザートなんですけれども、例年通りだと来週のアップデート終了時点から作れるようになるかなと思うんですけれども、今年はどうなるでしょうかね。ハロウィンのタイミングではかぼちゃのレシピってイベント当日の4時に解禁されたかなと思うので、おそらくね、来週木曜日に行われるであろうアップデートをひとまず待ちたいなと思います。いち早く作りたいよという方は来週デザートを狙ってもいいかもしれませんね。できたらね、本番まで食材取っておく方がいいんじゃないかなとは思うんですけどね。てなわけで、オイル、カカオ、コーン、蜜を使った新レシピ1種類が追加されます。そして開催期間は2月9日からの1週間となっておりまして、ちょうどね、グッドスリープデーだったりニュームーンデーとは被らない1週間になっていそうです。また開催フィールドは全てのフィールドです。ゲットしたいポケモンだったり料理エナジー 1.5 倍を考慮してフィールドを決めていくということになるかなと思います。特にね、熟練のリサーチャーの方はたっぷりエナジーを稼いだとしてもリサーチが下振れやすいフィールドに行くという場合はちょっとね、覚悟してほしいなというところでもあり、それ以外にもね、マスター20チャレンジなんかにも適しているイベントとなっております。また後ほどね、ピックアップのところで初見のちょっこり全フィールド解説もしたいなと思います。
そしてミッションもございます。昨年のミッションがこんな感じになってました。食材チケットがちょこちょこ手に入る感じになってましたね。また一応マスター1到達のミッションもあるんですが、料理エナジー 1.5 倍がめちゃめちゃ強いので、大体はなんとかなるかと思います。その他ね、バレンタインパックでも昨年は食材チケットがそれなりに入っている感じの、それはそれで結構特殊なパックになっていました。食材チケット L ってこういうタイミングでしか手に入らないのかなと思うので、がっつり課金されている方はぜひ。無課金的にはね、2月末に来るかもしれないポケモンデーパックにサブスキルの種入ってないかなーってちょっとね注目しているので、ダイヤの使いすぎにはご注意ください。さあ、それではボーナス参りましょう。昨年に追加されたことはあってもなくなったものはないので、昨年を経験されている方なんかはイメージしやすいかなと思います。期間中開催フィールドで以下の効果が発生します。全日程において料理がデザートドリンクで固定。その日のリサーチャーの睡眠タイプに限らず他の睡眠タイプのポケモンも出現。睡眠リサーチにて特定のポケモンの出現確率アップ。後ほど紹介します。運が良ければ特定の色違いのポケモンとも出会えるかもしれません。料理の最終エナジー 1.5 倍、大成功3倍、日曜日のみ 4.5 倍。メインスキルで獲得する食材の数が 1.25 倍。メインスキルに複数の効果がある場合、食材の数のみ増加しますってことで、これはおそらくデリバードのプレゼントの飴の数とかドンカラスの強運の夢のかけらの数は増えないよってことかなと思います。あくまで食材部分のみって感じでしょうね。ここはちょっとねデカ盛りとは異なる仕様になってるみたいです。ってことで、それ以外は特に変更点ありませんね。デザートドリンク固定かつ新レシピの食材までご丁寧に教えていただけましたので、今のうちからしっかりと食材を集めておきましょう。本当にね、料理固定って1年の中でもめちゃめちゃ強いイベントになるので、最もエナジーが稼ぎやすい1週間になるかなと思います。また色違い確率アップに関して特定のポケモンのみってことで、ピックアップのポケモンにのみ影響あるんじゃないかなと思います。これまでもそうだったかなと思います。もしねピックアップのポケモンのお香とかを持ってる方はここで使うっていうのも一つ検討してみてください。そんなボーナスたちになっております。さあ、それではピックアップも見ていきましょう。新レシピに関するオイル、カカオ、コーン、蜜を第一食材に持つ食材のポケモンの種ポケモンたちがピックアップされております。下記のポケモンたちといつもより多く出会えるチャンスです。中ピックアップ、アブリー、アブリボン。小ピックアップ、不思議だね、カイロス、メタモン、ウパー、パルデアの姿。クチート、アブソル、グレッグル。ヌイコグマ、キュアワー、となっております。オイルのメタモン、クチート、グレッグル、カカオのパルデアウパー、アブソル、コーンのヌイコグマ、キュアワー、蜜の不思議だね、カイロス、おそらくアブリーたちって感じで、やっぱこれアブリーたちはさすがに A 蜜な気がしますね。A オイル、A カカオ、A コーンじゃないような気するんですが、 B 蜜のポケモンは未だに来ないんでしょうかそんなわけでね、アブリボン以外は未進化のポケモンたちとなっておりますので、フィールドによっては本当にエナジーをがっつり稼いだ後に手痛い下振れリサーチを食らう可能性も若干あるのかなと思います。無進化ポケモンたちがねそれなりにいるので、そこで助けてもらえるといいんですけど、エナジーが非常に稼ぎやすいキャンペーンだけにちょっと怖い部分もあるかなと思います。ぜひともね素敵なリサーチになることを祈って徳を積んでおきましょう。ちなみに私、スキルウィークのシアンの砂浜では2億眠気パワー近く吹っ飛ばされました。今回対戦よろしくお願いいたしますOK、 それでは各フィールドで出会えるポケモンたちを見つつ、フィールドの特徴をね一旦初見でちょっこりだけ喋ってみるちょっこり全フィールド解説もやってみようかなと思います。しっかりとしたやつはまた来週どこ行くでやろうかなと思いますので、何卒チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それでは参りましょう。まずは若草本島です。ピックアップは大体です。アブリーたちも出現します。で、若草はヌイコグマ以外が全員ピックアップされています。というかヌイコグマがラピスラズリコハンにしか出てきませんね。
こう無進化ポケモンたち大集合で色違い出現確率アップもあるということなので、一定いく価値はあるのかなと思います。木の実ガチャもあるんですけど、料理でねじ伏せればいいと考えると、そこもそんなにデメリットではないのかなといったところで、やっぱりね、若草本島一番のデメリットというかは、星3寝顔があんまりないので、とにかく下振れしやすいということになるかなと思うので、やっぱりエナジーが稼げる方であれば、まずは別のフィールドから検討してみてほしいなと思います。なので、初めて日の浅い方でバレンタインを生かして若草 EX を解放したいとか、そういったこととか、特定のポケモンの色違い欲しいなとか、そういうのでお呼びがかかるかもなという若草本島でした。お次、シアンの砂浜です。シアンではアブリーたちが出現します。なので、初心者でアブリー探しをするのであれば、まずはシアンからという感じになるでしょうかね。何気にメタモン、グレッグル、もピックアップになっていて、オイル担当を探すのにも向いてるかもしれませんね。個人的にはね、めちゃめちゃ推しなんですけど、は今年のサマーフェスではピックアップされないんでしょうかね。カイロスどうなるでしょうか。色違い法を、色違いね、オレンジ色のね、100均の方を色違いゲットしたいなと思うんですけれども、シアンの砂浜もね、まだまだどっこり下振れするフィールドだと思っているので、そちらお気をつけください。シアンの砂浜でした。お次、トープ洞窟。トープにはアブリーたちが出現しません。ご注意ください。で、こちらもメタモン、グレッグル、クチートとオイル集めが得意っぽいので、クチートとパルデアウパー狙いという感じになりますでしょうか。一応この2体プラスアブリーがアンバーには出現するので、今回トープに行く意味はそこまでないような気もしますね。おそらくね、まだぐっすりの最終枠にフライゴンも入ってないんじゃないかなとも思うんですよね。もし入ってるんだったら眠気パワーがっつり稼いだ後に、ぐっすりを出すということでなんやかんやしていくってことも考えられなくもないんですけど、今回はそこまで重要なフィールドではないかなと思います。トープ洞窟でした。お次、卯の花雪原。卯の花もアブリーたちが出現しません。ご注意ください。で、こちらもメタモン、グレッグルって、シアンでも言いましたよね。それプラスアブソルなので、パルデアウパーがアブソルになって、クチートがになったトープという感じでしょうかね。卯の花はね、クチートがいない分、下振れがめっちゃ怖いんじゃないかなと思います。そんな卯の花雪原でした。お次、ラピスラズリコハン。ラピスにはアブリーたちが出現します。そしてフィールド的にもね、ヌイコグマはここにしか登場しませんし、不思議種もほぼラピス限定みたいなところがあるので、かなり検討のしがいがあるフィールドになってるんじゃないかなと思います。コーンと蜜を探したいならラピスラズリコハンって感じでしょうかね。ラピスもね、まだエナジーを稼ぎすぎた時にそれなりに下振れするなとは思っているので、人によってはね、分割睡眠なんかもご検討いただけたらいいんじゃないかなと思います。運が良ければね、スヤスヤタイプではクレセリア、ぐっすりではスイ君も見られるかなと思うので、そこも悪くない要素ではあるなと思います。そういえばね、私まだラピスマスター20って言ってないアカウントがあったかなと思うので、そういう意味でもありかもしれないラピスラズリコハンでした。ヌイコグマがここだけ限定となります。ヌイコグマはバケモンです。お次、ゴールド級発電所。ピックアップはメタモン、クチートということで、メタモンのゲンガーねだったり、クチートの星3、4ネガオって消費眠気パワーが大きいので、下振れしづらそうですね。お次、アンバー渓谷。アンバーにもアブリーたちが出現してくれます。ピックアップ的には特筆すべきようなこともない気はするんですよね。フィールドボーナスが上がりきってはいないフィールドかなと思うので、例えば新レシピのレシピレベル上げを目的にする場合なんかは適してないのかなとも思います。アブリーとパルデアウパーとクチートを探すのであればここっていう感じのフィールドでしょうかね。人によってはね、そろそろアンバーマスター20到達も狙えるんじゃないかなという気がするので、ちょっとね、そちらもご検討ください。アンバー渓谷でした。それでは最後、若草 EX です。若草 EX にもアブリーは出現してくれます。グレッグルとヌイコグマだけいませんね。
で、色違い出現確率アップがもともとあるフィールドで、それが重複するので、そういう点でね、ちょっと行きたくなるフィールドではあるんですよね。また今回のイベントボーナスって料理に関するものが大半なので、EX のボーナスと重複することはないはずですね。なので EX のボーナスは普通に3分の1ずつランダムになるんじゃないかなと思います。タイミング的には食材が一番選ばれてほしいでしょうかね。あれか、スキルもありですかね。鍋拡張をね、無課金視点的には失敗するとかなりきついみたいなところがあるので、そこをどう考えるかって感じでしょうかね。キャンチケ使える方には結構おすすめできるかもしれません。あとは料理ガチャを今回する必要が全くないので、そういう部分での EX との相性の良さなんかは感じますね。エナジーもね、10億眠気パワーぐらいまではほぼ使い切ってくれるらしいという安心感もありますし、意外とバレンタイン EX ありなのかもしれません。エナジーが稼げない場合にはさすがにおすすめできないだろうなとは思いつつ、アブリーを探しつつ色違いのロマンを求めるのもちょっとありな気がしてきました。なので私は候補に入れて検討してみようかなと思います。若草本島 EX でした。といったちょっこり全フィールド解説でした。いかがでしたでしょうか。一旦ね、今の時点でどこのフィールドに行って誰を狙いたいかっていうのもね、ぜひコメント頂戴できたらなと思います。それこそね、EX マスター20チャレンジとかもうできる人もいるんじゃないかなと思いますね。どうなるでしょうか。本当に鍋拡張が下振れた時怖いななのでちょっとね、アカウントによっては鋼タイプとか炎タイプとか引けないとかなりきつそうなんですけど、どうなるでしょうかね。グレッグルの飴もね、今回ちょっと欲しかったりとかするんですよね、個人的には。アンバーにね、グレッグルが登場しないので、ゴールドにも出てきてなかったってところで、ラピス、ゴールド、アンバーで出てきてないんだ。なのでね、ずっと飴が集まってかないんですよね。あとはあれですね、手持ちのお香も色違い出現確率アップで置けるタイミングになるので、ちょっとね、そういったところも確認してもらえたらななんて思います。そんなピックアップのポケモンたちでした。ひとまずね、アブリーが出現する若草、シアン、ラピス、アンバー、若草 EX の5フィールドから検討してみてください。そして最後に注意事項なんですけれども、こちら特筆すべきものはなさそうでしたので、特に問題ないかなと思います。といったバレンタイン2026となっております。いや、めちゃくちゃ楽しみですね。新レシピではね、コーンが今一度使われるということで、アンバーはマジで海流環境になりそうな雰囲気がしますよね。オイルも使われますしね。またね、今回カカオがまたしてもデザートで使われることになったので、カカオの汎用性が今後上がっていくのかっていうのにもちょっと注目したいなというところですし、ネギ、生姜、キノコあたりのね、激苦エキスが取れそうな食材たちも今回使われず、リンゴもアンバーのレシピではお呼びがかかってないかなと思うので、ちょっとね、今後の料理環境がどうなっていくのかも注目したいですね。いやー、本当にアボカドの汎用性がコーンとかコーヒーより落としてきたってことで、今後もね、新食材、その新フィールドの新食材はそういう感じになっていくかもしれないですね。てなわけで、アブリーたちの予想であったりとか、新レシピの個数の予想であったりとか、行きたいフィールドなどなどコメントお待ちしております。まずはね、来週に行われるんじゃないかなというアップデートを待ちつつ、再来週のバレンタインに向けての食材の準備、ぜひとも始めていきましょう。そんなバレンタイン2026解説でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。ぜひね、グッドで徳を高めてもらって本番で色違いアブリー見つけてみてください。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。それではバレンタインどこに行くかゆるゆる考えていきましょう。で、ドキドキ怖い顔パンケーキを本番で作りたい方はマジでかぼちゃ早めに集めといた方がいいんじゃないかなと思うので、今のうちから食材集めていきましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。